今回は鬼と悪魔の神話学。著者は神話学会の大御所、吉田敦彦先生です。吉田先生は西洋と日本では悪に対する捉え方が違うと言っています。西洋の悪魔は滅ぼされるべき絶対的な悪とされますが、日本の鬼は時に福の神として崇められています。今回はこの本の中から、遥か昔から現在に至るまで行われている不思議な鬼にまつわるお祭りを通して、日本の鬼についてご紹介します。日本神話のゆかりの地としても有名な宮崎県の高千穂。ここでは毎年稲刈りの終わった11月中旬から翌年の2月上旬にかけて、高千穂の夜神楽と呼ばれる大掛かりな神楽が現在でも20カ所を超える集落で順番に1夜2日にかけて夜を通して演じられています。この高千穂の夜神楽の最中にあるお祭りが行われます。それは獅子掛祭り。この祭りは夜神楽の季節の最中の旧暦の12月3日、鬼を祀った塚である木八塚がある高千穂神社で行われており、そこで行われている笹振り神楽は高千穂神楽の最古の形を示していると言われています。つまり高千穂神楽の起源は獅子掛祭りということになります。この獅子掛祭りとはどういうものなのでしょう。この獅子掛祭りは別の呼び名を木八祭りとも言われており、次のような伝説で説明されています。この高千穂神社の祭神で十社大明神とも呼ばれる三毛入の命。この方は神武天皇の兄の一人でもあります。この三毛入の命が高千穂に住むことになったとき、近くの山の洞窟に木八という鬼が住んでいました。この木八は神武天皇の祖母である祖母岳明神の娘の宇野目姫という美女をさらって妻にしようとしていました。このことを知った三毛入の命は姫を解放するように命じたが、木八が従わなかったので、木八を成敗し切り殺しました。そして木八の死骸を埋めて大きな石で押さえましたが、一夜のうちに切断された体が元通りにつながり、石を動かしてうなったので、木八の死体を掘り出して3つに切り、頭と胴と手足を別々の場所に埋めたと言います。そうすると、もう木八は生き返らなかったと言います。三毛入の命は宇野目姫を助け出し妃にしました。ところが翌年から木八の霊が地下で目を覚ましてうなり、早霜を降らせて百姓たちを困らせました。そこで毎年祭壇を作って生贄を捧げると、木八は静まり、作物もできるようになったと言います。このお祭りは当時は鬼祭りと言われており、13歳以下の女の子を木八塚の前に備えていました。瞳悟空となった女の子は長生きできなかったと言います。どの女の子を瞳悟空にするかは、どこからともなく飛んでくる白羽の矢で決まっていたと言います。ところが戦国時代、この地にあった伊香江川城の城主であった甲斐宗節の娘にこの矢が当たりました。困った宗節はこの時から若い女の子の代わりにイノシシを備えるようにしたそうです。それ以来、鬼祭りは獅子掛祭りになりました。この獅子掛祭りでは、木八塚に捧げるイノシシを狩り、イノシシの心臓部分が山の神に備えられます。それから、イノシシの肉をお米とお酒とともに、高千穂に3カ所ある木八塚に捧げられます。また、不思議なことですが、この恐ろしい鬼である木八は、熊本県の阿蘇神社の伝説の中にも登場しています。この阿蘇神社は紀元前2000年前からあったと言われるとても古い神社です。この木八は阿蘇神社の摂社である下神社というところに祀られています。そこで毎年2ヶ月ほどにわたって行われる火焚神事と呼ばれる極めて不思議な祭事の由来が次のように
物語られています。はるか昔、阿蘇を開拓した武岩辰野命という神様が、家来の喜八を連れて弓の練習をしていました。放った弓を喜八が取りに行くのですが、99本目まで取ってきた喜八は疲れ果てて、武岩辰野命が放った100本目の矢を足で投げ返しました。怒った命は喜八の首を切り落としてしまいました。ところがすぐ元のようにつながり、手や足を切ってもつながるので、命はバラバラに切って別のところに埋めました。この命が喜八の首を切ったときに、喜八は自分は天に昇って雪や霜を降らせると言って死んだそうです。その後、夏や秋に雪や霜が降って農民たちを大変困らせました。困った武岩辰野命は、喜八を神として祀ると言うと、喜八は傷が痛むから温めてくれと言いました。そこで下宮神社を建てて祀り、毎年8月19日から60日間、火焚殿というところにご神体を移して、火焚乙女が焚き火で温め続けるようになったと言われています。この不思議な祭事は現代にも続いています。火焚神事が開始される8月19日、この喜八が祀られた下宮神社、今では下神社と言いますが、神殿から神輿で運ばれて火焚殿というところに移されます。そしてこの地域から選ばれた6歳から13歳ぐらいの少女が59日間にわたって、その少女の祖母と一緒に火焚殿にこもります。そして火を絶やさぬように祖母と一緒に火の世話をします。この神事は重要無形民族文化財にも指定されています。この59日間火の世話をする火焚乙女は、今では火焚殿から小学校に通うために外出することが許されていますが、1960年ぐらいまでは、この59日間の間、この敷地から外に一歩も出てはならないとされていました。そのため、小学校の先生が少女のためにわざわざ教えに来ていたそうです。このように見てくると、どちらも喜八という名の鬼と関係している高千穂と阿蘇の伝説と祭りには明らかに共通したところがあります。どちらの伝説でも喜八はこの地方にいる土着の鬼だったが、後からやってきた神によって退治され、切っても死なないので体を分断されて別々の場所に埋められた。そのことを恨み、早霜や雪を降らせ人々を苦しめたが、どちらも下宮と呼ばれている祭事を設け、毎年祭りを行うことにすると霜の被害が止み、作物が順調に実るようになったというのです。神に退治された悪い鬼だったのが、一転して霜の被害を防ぎ、豊かな実りをもたらしてくれる神様として崇められることになったとされているのです。その喜八を鬼から神にするための祭りで、阿蘇では現在でも火焚乙女と呼ばれている少女が2ヶ月近くもの間、ご神体と一緒にこもります。これは高千穂の祭りでも、喜八のために今行われている獅子掛け祭りの前身は、イノシシではなく、やはり少女が喜八塚の前に備えられたと言われているのと、明らかに似ているところがあります。高千穂の伝説で喜八に備えられていたのが、13歳以下の女子だったとされているのも、阿蘇における火焚乙女たちの年齢と符合しています。高千穂と阿蘇では、このように凶暴な鬼を手厚く祀ることで、そのたたりを止め、反対に土地に利益を施してくれるありがたい神にする祭りが、現在でも毎年続けられています。私たち日本の伝統文化では、このように悪の化身と思われている鬼も、ひたすら害を働くだけの存在とは考えられていません。鬼と神の区別も曖昧で、うまく対処すれば、鬼から福をもたらす貴重な宝物を手に入れることもできます。それどころか、
祭りによって鬼をありがたい福の神に転化させることも可能だとみなされてきたのです。鬼のこのような取り扱われ方の中に、私たちは自分が信じる絶対の善と相入れぬものを絶対の悪とみなして、その悪魔に見立てたものと妥協せず、とことん戦って滅ぼそうとする一神教の立場とははっきり違って、異なる原理の共存を可能にする多神教的な知恵の働きを見ることができます。我が国の伝統の根底に脈々と受け継がれてきたこの多神教的知恵の働きによって、日本人は古来自然万物とも対立せず共生する文化を営んできました。日本の文化の土台そのものであるこの多神教の知恵が確かに持っている現在の世界にとって極めて貴重と思われる価値を今こそはっきりと見直しましょう。そしてそれを可能な限り発揮して、世界で今まさに行われている血みどろの紛争と自然破壊の元凶となっている一神教の弊害の緩和と除去に貢献できるのではないでしょうか。そのことが現在の世界で私たち日本人が果たさねばならぬ歴史的宿命ではないかと思われる。